Hi guys, it's Seigo and Bren のセイゴの方だけです。で、今日は皆さんにご報告があります。実は私、親知らずをついに抜きました。皆さんサムネイルとか、あとはこの動画を見てなんかちょっとこっち腫れてないって思ってる方いらっしゃると思うんですけども、実はアメリカの月曜日にお昼にここの歯を親知らず1個抜いて、でそれで今現在今これ動画撮影してるのが火曜日になるんですけども、昨日抜いて今翌日っていう形です。でね、結構ちょっとわかるかなと思うんですけど、腫れちゃいましたね。やっぱり噂には聞いてたんですけどなんか今ねすごくね喋りづらくて口開けるのもすごく大変なので、ちょっと聞き取りづらかったら申し訳ないです。でね、なんか今まで親知らず4本生えてるんですけど、でも1本は1回抜いてるんですね。こっち上の奥歯抜いてます。でこっちとこっちはねあるんですけど、まだ奥に眠ってる状態で、医者にもこの2つは出てこないだろうって言われてるので、こっちは抜いてないんです。でこっちがね、なんか親知らず上に生えてくるんじゃなくて、なんかちょっと出てて、しかも横向きに生えてきてる状態だったので、すっごく痛かったんですね。しかもなんかよくね血が出たりとか、なんか日によってはここがすごくなんか炎症して痛くなるっていうのがあったので、もうめんどくさいので抜いちゃおうということで抜いてきました。で、その抜く過程をね今これからお話しするんですけど、まず最初にね、私の中の印象ではちょっとアメリカで抜くのっていうのはちょっと怖いなっていうのもありました。それはなんか技術面とかもちょっとねイメージ的にはあるんですけど、でも一番はちょっと値段とかが気になって、一体いくらしちゃうんだろうと思って、そこのちょっと恐怖がありましたね。で月曜日のその当日のね抜いた時のお話をします。でまず12時からその手術が始まるっていうことで、その歯医者のところに行ったんですね。そしたらなんかまずそこで最初にねやられたのが、この歯のところになんか麻酔の、ね、ゼリーを塗ってもらったんですね。でそのゼリーが何かっていうと、なんかその注射をね歯にするんですけど、その注射の針が痛くなくなるなんか麻酔のゼリーらしいんですね。なんかね、すごくそれは嬉しかったですなんかめちゃなんか歯にする注射って痛いじゃないですか。なのでそれをね和らげてくれるっていうことなので、それはめっちゃ個人的には嬉しかったです。でそのゼリーをね塗って、大体何分ぐらいかな、15分か15分ぐらいはそのまま放置してました。で麻痺してきたなってところでお医者さんが来て、麻酔のね針を1回2回、注射をここに2回打ってもらいました。でそれでまたさらにそこから30分ぐらいした後に、じゃあいよいよ取るっていうことで、私の場合に歯がねこう生えてるんじゃなくてこう生えてたので、なんかちょっとね普通の歯よりはめんどくさそうだったんですけども、でもだいたい5分ぐらいですぐもうキポンって取りました。私ね麻酔してたんで全然痛みが本当に全く感じなかったので、なんかここら辺で動いてるなっていう感じがしてただけなんですけど、切って、でもね横に生えてるので多分ねこれ掴みづらいんでしょうね。多分一回ドリルで削ったりとかしました。もうその音はちょっとね嫌でしたけど、なんかガガガガガガって言って、もう本当に工事現場のこれをなんか口の中でやってるっていう感覚でした。でなんかガガガガって削って、で気づいたらもう抜けてて、でなんか日本の時はね上の歯を抜いた時は縫ってもらえなかったんですよね。抜いた後にもうそこにもう綿詰めて終わりだったんですけど、アメリカのここのところは抜いた後になんか縫ってくれたんですよ。でガーって縫ってくれて、今もう塞がってる状態なので、なんかそれ個人的にはすごく嬉しかったですね。ぽっかり穴が開いてるのってなかなか嫌じゃないですか。なんか血がそこに溜まってなんかジュルって出てきちゃうのとか。なので私今回縫ってもらったのですごくそれはありがたいなと思いました。その後手術が終わってそのままじゃあ、家に帰ってきて、縫った後もやっぱり
ガーゼみたいのはね噛むんですよ。丸めてその歯穴開けたところに挟んでグッて20分噛んで、また綿出してまた新しい綿を詰めて20分で、それをだいたい3回だから1時間ぐらいやってると血が止まるらしいんですね普通は。でも私の場合はなかなか止まんなくて、もうひたすら半日ぐらいそれ綿を詰めて出して詰めて出してを繰り返してやってましたね。でも普通の方はだいたい1日で止まるらしいので、まあそれでね今1日経って血がでもやっぱりまだ唾液にちょっとここから出てくる血がね混じってたりして、なんか気持ち悪いって感じなんですけど、まあでも痛みもねそんなに今はない状態です。なんかその手術終わった後に痛み止めを、2個もらって、でそれをどうしても痛い時に飲んでくださいということで、一応寝る前にね1回飲んで、朝今日もまた飲んだので痛みは今ない状態です。アメリカでね初めてなんかその親知らずを抜いて、思ったのが、私のね思ってたなんかそのアメリカの歯医者のイメージとは違いましたね。結構個人的に勝手な偏見なんですけど、ちょっと怖いと思ってたんですね。場所にもよると思うんですよ。もちろんアメリカの歯医者の場所にもよると思うんですけど、私が行った歯医者のところはすごく良かったです。なんか丁寧にいろいろ説明してくれるし、手術もねそんな手こずることなく5分ぐらいで親知らずもキュポンと抜けたので、そんななんか怖がることはなかったかなと思います。でも唯一ちょっと怖かったのが、私日本の歯医者の時は全部手術っていうか、全部なんか歯の治療する時は完全に横になってこういう状態だったんですね。なのでなんかそのね歯の中いじられてる時にただ目をつぶればいいだけだったんですけど、でも私が行ったところはもうこう寝るんじゃなくて、このいわゆるこんな感じですよね。横向きだともうこのちょっと椅子に座ってる状態でもう歯を手術されて抜かれるっていう感じだったので、結構ねなんかもうその機械が入るところとかもこうやってまじまじとこんな感じで見てましたね。もうここでなんかね仰向けになってたらなんか目つぶってなんか寝ることに集中できるじゃないですか。だけどこの状態だったらねちょっと大変でしたね。なんかもう目閉じたいけどなんかもうここでガチャガチャやってるしみたいな感じで、なんかちょっとリラックスはできなかったですね。であとは2つ目は値段は日本がねいくらかわかんないんですけど、でもネットでちょっと日本のやつを調べてみたらだいたい親知らず抜くの5000円ぐらいみたいなこと書いてあったんですけど、アメリカの場合は、そんな高くなかったです。私の場合1万円でできました。で保険がだいたい4万か3万円ぐらいカバーしてくれて、残りを私たちが払うって状態だったので、私たちは1万円今回は払うことになりました。なんかアメリカのその親知らずの手術っていうのもなんか2種類あるんですね。なんかこの歯のなんか部分麻酔か、あとはもう本当に全身麻酔をして抜くかっていう形なんですけど、私はね日本でも歯はいろいろ抜いてたりとか歯医者よく行ってたので、結構なんかそういうのに免疫がある方だったので、全身麻酔とかとんでもないみたいな、もうそんなのいらないですみたいな感じでしたね。部分麻酔で結構ですって言いました。なぜかというと部分麻酔と全身麻酔だと値段が結構変わって、私今回1万円ぐらいだったんですけど、全身麻酔だと大体もう5万円オーバーするかしないかぐらいの値段になってくるので、だったらもう部分麻酔でいいやって感じでしたね。で今回ね部分麻酔でもう十分だと感じましたね。痛みは全然なかった状態だったので、私はすごく満足しました。でも手術中のその機械音とかなんかそういうなんか歯を抜く感じのそういうのがすごく苦手な方っていうのは全身麻酔がいいのかなと思います。私は全然平気だったんですけど、でもそういうのが苦手な方はもう自分がもう全身麻酔で寝てる状態で起きたらもう歯が全部抜けてるみたいな、その親知らずがですよ、親知らずが抜けてるみたいな状態の方がいいのかなと思いました。ブレーンは小さい時になんかその全身麻酔をしてなんか親知らずをもうあるやつを全部抜いてるらしいですね。全身麻酔ってでも日本でもやるんですかね。私なんかアメリカに来て初めて全身麻酔して親知らずを抜くっていうことを知りました面白いですよね。全身麻酔して歯を抜くって
私は部分麻酔でしたけど、ってことで現状ねちょっとここ腫れてますけども、これは別に殴られたとかそういうんじゃなくて、ただ親知らずをアメリカで抜いたっていうだけなので大丈夫です。これから写真とかアップする時とか、もしかしたらここちょっと腫れてる写真が写るかもしれないんですけども、心配しないでください。ただ親知らずを抜いただけなので、皆さんのね、ぜひよかったらその親知らず抜いた時のストーリーとか、あとは質問とか、親知らずのこのことについて質問とかあれば、ぜひコメント欄とかでシェアしてもらえると嬉しいです。じゃあ引き続きそのチャンネル登録の方と、あとコメントとか、あとはチャンネルのシェアの方お願いします。あと SNS のフォローと、あとはショールームの方も2日に1度ぐらいのペースで今のところ頑張ってるので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。